ばんは。 K-POP ワールドニュースロボプルです。さて、大変お待たせしました。今日はシリーズ BTS 深い話 RM 編の後編、悩んだ時の私たちを助けてくれるレスキュー名言集をお送りします。元気になりたい時、落ち込んだ時に見てみてください。過去と現在は別だという人もいるが、過去の物事に意味を見つけ出すことも練習している。誰もが理由あって生まれてくるもの。私は悲しみには悲しみで対処するしかないと思っていたが、年を重ね必ずしもそうではないと気づいた。人生の栄養素として喜びと悲しみ、そして光と闇の調和が必要だ。苦痛や悲しみに人生を乗っ取られちゃいけない。何事にも辛いことはつきものさ。でも永遠に続くことなんてありえない。どんなことも時間が経てば通り過ぎる。絶対に。夜が過ぎて朝が来るみたいに、春が過ぎて夏が来るみたいに。泣いてもいいさ。でも涙に潰されちゃダメだ。しょっちゅう自分が本当に嫌になる。そんな時、テュクソも半岸公園に行っていつもの暗闇に佇む。みんなそれぞれ目標があるのに、僕だけ目的なしに歩く。自分を好きになれればいいな。2017年に一度それまでの嫌なことを全て記憶から消してリセットした。そうでもなければもうダメだというところまで来ていて気が狂いそうだった。リフレクションを書いてからずっとどうやったら自分を好きになれるか考えてきたが、いつもわからないという結論にしかたどり着けなかった。今少しずつ可能かもという気がしてきている。緑を求めて自然に触れ、山に行き、公園や川に行った。美術館に通い、植物を育て、自転車に乗ることが気が狂いそうになる自分を救ってくれた。ジムで過ごす時間、絵画やアートを見ながら頭の中でワープしてみたり、心の中で対話をする時間、アートのことを話すとき、好きな人たちと話すとき、キラキラしたものを感じられる。人間結局何かに頼らねばならないんだと思う。いろいろなものを見て自分なりに何かを考えてみたり、何かものを収集したり、自分を心地よくさせてくれる時間を持つことで気持ちが軽くなる。そうしているうちに他人に言われるネガティブなことも気にならなくなる。音楽やアートには聞いたまま見たまま 1+1 は2と分かりやすいものもあるが、何なのかはっきりしない抽象的なアートにも大きな良さがある。見ているうちに 1+1 だけでないカッコや不統合のような経緯が隠れているのを自分なりに想像し、頭の中でワープできる。ファッションも頼れるもの、自分がどう見られたいかを形にしてくれるもの。おかしなスタイルだろうと自分が心地よくいられればいい。ナムチューニング、ナムジュンする。自分の時間を楽しんだり、自然を散策したりすること。幸せとは何かの答えは誰にもわからない。自分で自分なりの幸せを見つけなくちゃいけないんだ。自分で興味の持てる活動や趣味を試しながら、自分に幸せを感じさせてくれる何かを探し続けていこう。今幸せかより、今この瞬間が好きかと自問する方がいいかもしれない。人間誰でも生きていれば、寂しさや孤独を感じたり、憂鬱になるときはあるもの。楽しかったはずのものが楽しめなくなったり、ネット上で批判されることが怖くなったり、そんな時、僕はカタルシスに助けられた。答えがなくても探してみるだけでも何か学べることがあるはず。人生そういうものさ。人に弱みを見せるのは怖くもあるけど、ある程度言葉を外に出す方がいい。隠していた気持ちを打ち明けることで、時に人は強くなれる。10歳前後で心が止まった。他人にどう思われるかを気にし始め、他人の目を通して自分を見るようになった。他人の価値観の型にはまるかどうかが基準になった。自分がどうしたいかじゃなく、他人にどう見られたいかを中心に暮らすようになった。自分自身の心と目は閉じてしまった。幽霊みたいに。
僕の場合は音楽への情熱がその幽霊化した自分を目覚めさせてくれたが、他人に中傷されやめたくもなった。諦めなかったのは運が良かった。自分にがっかりしてこれしかできないのか、もっとできるだろう、もっとかっこよくなれよと自分を踏みつける。理想と現実がかけ離れていて思うようにうまくいかないと傷つく。でも自分が理想につながる時が来るように諦めずにやっていきたい。他人にどう思われるかという不安や自分には何ができるのかという不安に押しつぶされちゃいけない。物事が長続きしない自分に悩む中、RM 兄さんが仕事をするとき、話しているとき、音楽の作業をするとき、流暢に英語を話す姿を見るとき、物事を達成するための情熱と達成することで得られる自信を学んでいる。成功は毎瞬間あると思う。例えばスタッフが協力してくれたおかげで一つ撮影がうまくいくのも成功。最近日記を書いていて、毎日何を成功したのか書いている。成功は大げさなものじゃなくていい。自分の思いのある瞬間にいい結果が出ればそれが成功。 SNS には完璧すぎる映像・画像が溢れている。経済的にも肉体的にもライフスタイル的にも羨むものがたくさんあるので、比べて自分の目はブサイクだとか自分を惨めに感じてしまう。でも自分を愛することを学ばせてもらったおかげで、そのままの自分を受け入れ飲み込まれることはなくなった。自分で自分を変えられることと変えられないことがある。変えられないことがあってもいいんだ。そのままで大丈夫。ぐらつかないでいこう。自分を含め寂しさや孤独や憂鬱を抱える人全員に、いいんだよ、大丈夫だよと言いたい。そのままの自分を受け入れることが大切なこと。十分うまくやってるよ、そんな君が好きだよと自分に言い聞かせよう。毎日何か自分を慰める言葉を自分にかけてあげよう。最初は気恥ずかしくても自分を勇気づけることは大切。毎日いろいろあっても、今日はできる限りのことやったじゃないかって声をかけてあげよう。そうすることで自分のことを考えてあげている意識を高めて、自分を好きになる気持ちを盛り上げてみよう。自分を好きでいてくれる人の目、気持ち、言葉、メッセージ、いろいろな行動から自分も自分を好きになることを学ぼう。そして自分も相手が同じことができるように自身を愛するのを助けてあげよう。本当に価値のあるものは目に見えないもの。昨日過ちを犯したあの自分も自分、短所だらけの今日の自分も自分、明日少しは賢くなってくれたとしてもそれも自分。短所も過ちも自分の一部。短所も過ちも長所もそれぞれが星だとして、その星が全部集まってきらめく星座になったものが自分の人生。過去も今もこれからも全てを含めて自分を好きになろう。少しずつでもいいから抱える欠点も不安も認めて、そのままの自分を好きになろう。自分を好きになることに許可などいらない。また自分を探してみている。もう死にたいなんて考えるのはやめた。悲しみに暮れていた頃の自分、傷ついていた頃の自分、全てひっくるめてもっと美しい人間になれるのさ。毎日会社勤めの父親にも、不動産仲介をする母親にも、犬や猫にも、誰にでもそれぞれの小宇宙がある。それぞれに自分なりの輝き方がある。輝いて夢見て笑って、ありのままの自分で十分に輝けるところ。他人と自分を比べるのが習慣になる日々の中で、自分でいることが嫌になって永遠に消えたくなるときは、この扉を開けばマジックショップが待っている。自分の中の小宇宙。自分を好きになれたら、もう一歩先に進んで自分のことを語れるようになってみよう。どんなことが自分をドキドキさせてくれるのか、ワクワクさせてくれるのか。環境がそれぞれに違っていても、それぞれ自分を楽しくさせてくれる何かがあるはず。それを探して自分がどんな人間なのか語れるくらい理解してみよう。一人よりチームの方が絶対いい。
チームでいればそれぞれが違う頭でそれぞれに違うことをやりたがって大変だが、それぞれが少しずつ受け入れて譲ればチームで作り出すものの方がずっといいものになる。一人じゃ自分の欠点を乗り越えられなくてもチームならカバーしてもらえ、他の人からたくさんのことを学ばせてもらえ、人が教えてくれることが自分の慰めにもなったり、前向きなエネルギーの源になる。辛い時も笑いの種を作って笑う。笑うことでまた立ち上がって歩く力が生まれる。この先年を重ねてもアーミーと BTS がずっとお互いを励まし合いながら愛情を持ってお互いのそばに寄り添って生きていければいいな。いかがでしたか？元気がない時に救ってくれる言葉は見つかりましたか？それでは今日はこの辺で、次回お楽しみに。チュー